空耳トラビジャパンの空耳11回目の担当はこの声中村海人です。今回の進行です。よろしくお願いします。そしてこの声が宮近海斗に間違いありません。何それちょっと待ってやめて。はい、ということでね、始まりました。始まりました第11回目ですね。10回目。どうですか、前回2人でやった感じ。もう初めてじゃないじゃん。まあそうですね。海斗とこうやって。でもお互い海斗って呼ぶから、うん、なんか分かりにくいみたいなさ、毎回ラジオの時言われるじゃん。まああるね。でも俺らの声知ってる方が聞いてくれてるから大丈夫だと思うんだけど、うん、ちょっと海斗って呼び替えんの大変じゃん。まあ本当にね。だからその気持ちなんか海斗、宮近が中村を呼ぶ時の海斗は、怒りの。なんでなんで怒りになっちゃったのそう、気持ちで分けて。でも面白そうだね、それ。じゃあ俺が海斗、中村海斗が宮近海斗って呼ぶときは、じゃあ悲しい悲しみの。で分けると、あ、こっちが呼んでんだな、みたいに。それいいね。ちょっとやってみようよ。じゃあ、まあそんな感じでいきますけども、やったその1日。お正月、今回ありがたいのかな、その12月31日はまあカウントダウンのコンサートが僕たちのね、弊社のやつがありまして、その後にね、普段だったらそのカウントダウン TV さんの方に行かせていただいて、こうやるじゃないですか。そうね。ただ今回は収録させていただいて、だったので、終わったら割とこう僕たち家帰って。そうね、そんな遅くなかったね。そう、ゆっくりさせていただいたんですけど、なんかしましたか続けて。お正月明けて。なんかまっすぐ生きてたかな。馬のようにまっすぐ前だけ走ってたってことですか？そう。ヒヒン。返事をヒヒンってやめて。家族と会ったかな。本当？普通に。いいね。海斗はびっくりした。びっくりした。強いね。めっちゃ怒ってんじゃん。いいのよ。海斗って言った後は、普通でいいのよ。海斗だけで怒るの。そう。海斗だ。いや、やめて。雰囲気やめて。北斗の剣の雑魚敵みたいな。海斗何してたまあ僕はですね、でも僕、ちょっと寝てましたね。寝正月。いや、ちょっとやっぱこう。寝てたんでしょ。初夢みたいなの見た？見なかったね。なんかね、出てくるといいみたいな。ね。一富士二鷹みたいな。それマジね、伝説だよ。出てこない。確かに夢で、富士山あるか。あるけど。一富士二鷹さ、那須とか鷹とかが出てくることないよね。だってそんなん出てきたらさ、飛び起きるよね。どういう夢ってなるけどね。三ナスビの時点で、そのナスビが3個飛んでるわけじゃん。どういう三ナスビで出てくるのか気になんない？ナスビが3個飛んでる？あれじゃない？その、3個じゃなくて、1、富士。2鷹。だから2個の鷹じゃなくて、1、富士。2番目、鷹。3番目、ナスっていう。そういうこと？そう。3個ナスが出てこなくてもいい。マジ？俺の頭の中だと、やっぱ1富士。1個。で、2の鷹。2個の鷹。ナスビさんだよね。なんか多分その、1番目はこれ。そうなの？ 2番目はこれみたいな意味だと思う。そっからいける？ 2ナスビで惜しいみたいな。ナスビ2個か惜しい出てこいみたいなのは。ないか。多分、なんか出てきたらいいよみたいな順番なんだと思う。順番、4わかる？ 1富士2鷹3ナスビ、死の子の言わずに、迎えに行くぜみたいな。なんかあるよね。4上等じゃん。4、なんかね、なんだっけな。京丹、なんかあるよね。どう ?4。コマとかなんか。いや、コマ系じゃないんだよ、多分。扇だ。ほら、内訳。扇。合ってたわ。頭の中は。5。タバコ。そう漢字で書くタバコみたいな。タバコなの？ノエさんクイズかなんかでやってた気がする。扇、タバコ何次は？ざと。ってことはだから、武士だ、これ。はあ。じゃない？だって扇で、タバコって言ったら多分あれなんじゃないの？キセルっぽいね。はあ。で、その座布団に乗ってるみたいな感じってことか。ざと。だからそう見てるんじゃん。めでたいものみたいな。その武士の人が、その1富士2鷹3ナスビを、その正月に見てて、これができたんじゃない？っていう言い伝え。で、その人もおめでたいから、みたいな。っていう考察。どう？素晴らしい考察だと。でも、
でそれ全て見た人に使ってみたいな。初夢で、ちゃんと。いるかな。だってこのさ、まあ、3なすびまではまあいけたとして、4の扇、5タバコ、6座頭までいけた人は、相当、自分で見に行かないと無理かもね。いや、そうよ。だから多分、31日の多分、1ヶ月前ぐらいから多分予習してると思う。そうね。うん。ちゃんとそのことだけ考えてるみたい。ちょっといたら TJ ネームで送ってください。はい、お願いします。では、元気に行きましょう。中村海斗。宮近海斗。トラビスジャパンの虎耳。早速メッセージが届いています。TJ ネーム、食べちゃおっかな上カルビ、うまいですね。ぜひやっていただきたいことがあります。サードアルバムストラベラーズのユニット曲解説です。ユニットごとの曲のテーマや制作過程の裏話など語っていただけるとめちゃくちゃ幸せですということでね、食べちゃおっかなジョーカルビさんが言ってるんですけども、食べちゃえ食べちゃえ。これ難しいね。そうね。でも今回のねストラベラーズ、毎回ねノエルがやったロードトゥーウェイでカイトがやったビジュアル、そしてストラベラーズマチがやったカイトやったビジュアル。いいね、ビジュアル別に俺の名前じゃないから。ビジュアルとマチがやったストラベラーズで、毎回ユニットっていうのね3個に分けてやってるんですけど、今回がですね宮近海斗とここにいる海斗中村海斗が海斗と海斗と松倉海斗3人でトリプル海斗っていうユニットがあるんですけど、のポジティブ海斗って曲と、シメとノエルのねキスして、でシズヤとケンタの幸せとありがとう、3個に分かれてるんですけど、今回あれだよね、マチューがいやねこの3人でやりたいってね、昔からジュニアの頃からこの3人では、もう3人のカイトトリプルカイトっていうのはね、ファンの方は知ってくださっててね、いつやるみたいな話があったけどね。そうなんだよね、結構温めてはいたよね、でやっと今回ねそのクラピーからユニット曲をどうしましょうかって話した時に、僕の方からいいですかってクラからねこう声かけていただいて、トリプルカイトでやってみたいんだよねって言った時にメンバーみんなもじゃあいいねって言ってくれて、ついにかみたいなね。そうで今回このポジティブカイトっていうのができたんですけど、そうね、なんかこう今までのさトリプルカイトでこういろんなね先輩の楽曲を何曲かねこうカバーさせていただいたんですけど、やっぱこう一番最初に作る曲なら明るめがいいよねみたいな、だしこう3人の青春感とかそういう思い出が分かるような一曲になればいいよねみたいな感じでね作ってったのが結構あれかなとは思う。それで明るいけどただ明るいんじゃなくてちょっと癖になる感じでとか、なんか少し変な感じでとかいろいろ注文して今の形についたけどね、なんか3人で話してね、これこうかな、こっちの方がいいんじゃないかなとか、歌詞の内容とかも割とこういう風なことを言ってほしいですみたいな。でその作詞してくれる方も俺らのこと調べてくれてね、すごい合わせて書いてくれてね、丁寧にすごい調べてくれて嬉しい曲になりましたね。しかもこうファンの人も乗れるようなコール&レスポンスがあったりとかもありますしね。なんかあれみたい、高いと見に来てくれたじゃん、キンプリの高いともなんか一緒にやりたかったって言ってくれたみたい。なんかねもともとね本当にちょっとねコンサートの中でもねそういうのをやりたいよねみたいな話もあったから、高橋海人に協力してもらおうかみたいな話もあったんだけど、カイプロねカイトオーディションしてもらおうかみたいなあったんだけどね。それはねまたいつでもできるから、なんか YouTube とかで撮ってやろうよ。そうね、なんかそういったカイトの輪が広がってくると嬉しいです、お願いします。今日のメンバーは中村海斗、宮近海斗、トラビスジャパンのトラミ中村海斗と宮近海斗がお送りしています。今回の進行は中村海斗です。早速こちらの企画に行きましょう。せーの、鉄板トーク。はい、この番組でトラビスジャパンのメンバーはスパルタ方式でトーク力を鍛え抜きます、フリートークをしてブラッシュアップして最後にもう一度トークを披露します、滑るのは OK、 真剣にやる、それがルール。
なんか、この前よりなんか説明がさ、みんなも慣れてきたってことじゃない？あそのこと聞いてくださる人もああ、なるほど。なんかこの前よりなんかすごいさ、力端が、的になったね。端的になってる、すごい力が入ってるような文章になってるけど。真剣によるみたいな。うん。びっくりした今。で今回はですね、会長の挑戦ですけど。お前それ怒ってなくないもんなんか。会長ああ、長いよ。挑戦ですけど。長いよ。どうですか？ネタはありますか？何でもいいんだけどね。でしょ別に本当の話じゃなくてもいいんだよね。ベース本当の話がいいんだけどね。ベースで。いや、じゃあそんな、じゃあ急にファンタジーとかそんなんいかないよ。じゃないけど、そこまでさ、ほら、あんま僕外出ないじゃん。うん。で、人と関わることがないから、ないのよ。切ないこと言って宇宙に住んでる。いや、インターステラーみたいな。いや、そんなことないけど、うんじゃあ本当にほら、ね、なかなかさ、別にご飯もさ、外に食べに行きたいなって思う時もあるけど、やっぱ普段からずっと行くわけじゃないしそうね。寒いじゃん。仕事以外であんま出ないっていう。そう。だからまあ何でもいいんですよ、普段の。まあお家にいることでもいいし、今カイトが思い浮かんでることでもいいんで、じゃあ行きますか。それを言ってください。では中村ガイドの鉄板トークです。別に中村普通でいいと思うんだけどね。そうですね。最近僕、そうですね。最近僕、外にいいともこう、そうですね。最近僕、外に行く機会があんまりなくてですね、はいはいこう家にいるんですけども、一時期、推理して買いだめする癖がありまして、る。ストック。はい、ストックがすごく僕好きでですね、何でも結構こう、ストックするんですよね。例えば洗剤、柔軟剤、絶対にその棚の中に3つないと嫌なんですよ。その理由としても、まあ、僕のうちの洗濯機ってありがたいことに入れとけば自動投入してくれるやつなんで、なくなったタイミングで洗剤を入れるとかだけでいいんですけども、やっぱ入れるとやっぱ1本丸々なくなっちゃう時もあって、それを毎回ね1本なくなって買いに行くのが僕はちょっと苦手なので、ある時ですね、ティッシュペーパーもなくなってしまったなと、Amazon の方ではいはい。頼ませてもらって、まあ大体箱で買ったら僕大体3個あればいいかなっていう、その1セットちょっと高いやつ買っちゃうのではいはい。 3個入りなんですよ。肌触りがいい。肌触りがいい。1パック3個でも。 1パック1セット3個やね。1セット3個そう1セット3個のやつを3つ頼めばいいやと思って、うん次の日届くんですよ。で玄関先にね、うちもうマンションなのでやっぱいろんな方も住んでます。で一人の部屋開けたらまあ大体こう回ってくるんですよね。で僕も仕事朝行って夜帰ってきました。いやー届いてるかなーと思って玄関先見たら段ボール3つ積まれてましたね。ほら。3ダース。3ダースずつ買っちゃう。1ダースずつ買っちゃう。 1ダースずつ買ってんだ。その12個が3箱。逆切れですよね。家の前で。自分のミスなのに。なんでだよって。もう夜ですよ。家の前で。だだこねてました、一人で。本当に夜。ガチ夜。って。あれと一緒よ。あれ。誰だっけ。あそこ浮かばないんだ。いいテンポはねえ、すごいテンション上がってきたと思ったらそこ浮かおばないんだ。笑い芸人のさ、うん。俺ジェラードンさん。ジェラードスののさコントのね。コントキャラねの、学生服でディズニーに行くやつの、洗濯しちゃったやつそう洗濯っていうのを家の前で10分した後、僕玄関やっぱ海外から帰ってきた間もない時でもあったので、ちょっと片付けられてなくて、はあはあちょっと散らばってたそのねう。、トランクとか置きっぱなしだったんですよ。シューズボックス開けるのも一苦労。コード全部に逆切れで、ふて寝しました。ありがとうございました。はふて寝したというトークでした。違う。違う。間違う。ふて寝の。違う。ふて寝トーク。やめてやめて。うん。そこに全部集約しないでよ。間違えて買っちゃったの方が大きいんだけど。あそっちかそう。ふて寝は違うのよ。ふて寝したっていう、あれかと思った。で、違うのよね。その前か。その前。そこが大事だから。うん。ということで、自分のミスだったけど逆ギレしちゃったというトークをですね、僕が書いたになりきって。どうだったのカイトはこのテーマ聞いて、おもろかった。でもちょっと、
ミスはあるよね。お、そういう多く買っちゃったみたいな。はいはいはい切りはしないけど、うんうわーってなるっていうのは、なんかわかるって話だったな。どういや、したことあるそういうこと。そもそも。あるかななんか買いだめ癖ある。でも、あれとかお水とかうん。は段ボールで買ったりする。あ、そっち系ウォーターサーバー系じゃないの？そう、それだとなんかめんどくさくなるとまあわかかるわかる、なんか溜まってっちゃうって飲まないし、からね。うん。ラベルとかもさ、めんどくさいじゃん、うんペットボトルって。だからラベルレスの買うっていうようにほんと。してるかな。すごいね。だからそれはストックかな。あー、なるほどね。あ、じゃあ結構、まあでも、それはでもそんなストックではないんですよ。でも買いすぎちゃったっていうのはあんまりないかもしれないけど、ほんとか。でもなんかいらい。ないの2個入れてたりとか、ある？ 1個欲しいやつが2個でうん、絶対使わない、リベロいらないみたいなのとかも2個買っちゃってたり、みたいなのとか。まあそれはね、見落とし、ん自分がそう、それ自分は悪いよ、それは。うん。そう自分が悪い話ですよ。ティッシュも。まあ、はいということでね、まあ今のトークを、はいカイトが、俺になりきってカバーしていただくんですけど、うんオチの変更なもう本当に自由に。わかりましたしてください。もう、この話は、もう自分のものだと思って話していただきたい。お任せあれ。うざいな、急に。なんだお前、それ。初めてのパターンやめてくれ。ではね、早速行きましょう。中村海人の鉄板トークを宮近海人バージョンでお送りします。なんか僕ストック癖があって、なんかストックしたいなーって思う。まあなんかないと不安なんで、うん。そう不安になった時めっちゃふて寝するんですけど、まあ、ふて寝から起きた時、じゃあストックしようって言って、ふてね。まあ洗剤とかもそうです。もう3個ストックないと落ち着かないみたいので、いつもどうせ1個使ったらまた頼むんですけど、なんか3個ぐらいないと不安になったりとかするんですけど、そういえばティッシュねえなと思って、うん。そのストックしなきゃと思って、ふて寝して、で起きて、アラームで起きるんですけど、ふて起きですかね、それ。急遽アラームで起きて、ふて起きするんですけど。ふておきして。で、ストックしようと思って、はいはい。 1セット3箱、うんちょっと高めな、まあまあ、はい。なんか鼻とか噛んだりすると肌触りがいいやつがいいんで、1セット3箱ぐらいのうんビニールに入ったのを3セット頼もうと思って、まあ Amazon ですね、ピッピッピーって言ってポッポッピッパップッピーピーピードクンドクンっていう風にわかんない。いるそれ。毒、してそんな、あるそんな。で演出そしたらもう次の日来るんですよ。Amazon はいやとまあ、そりゃそうでしょ。 Amazon 側からね、来ない来ない。やめてティッ。シュを嘘つかないで。もう次の日には届いて、うん早っと思って。でも、到着しましたって書いてあったんですけど、その時仕事だったんで、うん玄関前に置いといてもらったんですけど、で、その日結構遅く帰って、だいたいもうめっちゃ疲れてて、14時ぐらい。うん。早い。早くない？全然すっごい疲れたと思って昼間じゃないそれ。だいたい12時、昼の12時からうん14時までしか働いて、いや2時すっげえ間疲れた、うわ、もう真っ暗何でやったんだろう、もう疲れたって言って2時間頑張ったんですけど、で帰ってきたらもう段ボールの箱、もうどでか段ボールの箱がうん。うん。 3箱あっあらて、1ダースー。うん。セットだったんですよ。はいは1ダースを3個買っちゃってい。て、まずいね。もう玄関前に大きい段ボールが山積みになってて、うん。なんだよこれって言って、うん。自分が悪いかも、まあね。チェックしなかった自分が悪いかもしれないですけど、もうめちゃめちゃ逆ギレ、もうイラついてきて、もう一旦ふて寝して、で、そこで、疲れて一回うん。しふて寝して起きたら、うん。夜で、なんで夜なんだよって、もったいないだろ、玄関入る前ですよ、まだ。玄関入る前、なんで夜になっちゃったんだよってなって、めちゃめちゃイライラしちゃって、それでも。イライラしちゃったよふて寝して、また一回そして朝で、うんで、集合時間もう過ぎてて、うんうわ、やばい、やっちゃったよ、遅刻しちゃったよって思って、一回玄関入ろうと思ったら、鍵が閉まってて、もうそれなんで鍵閉めてんだよ、誰だよって思いながら、ねふて寝して、うん。またふて寝したんだ。遅刻してんだ。ふて寝して起きたら、遅刻してるよね。未来、未来、フューチャ多分、120年後とかになってて、ー。すごい飛んだね。そしたらそのティッシュの段ボールじゃなくて、うんパカパカって開いたら、開いたらなんか人工知能ロボット、うん。ティッシュっていうやつが、
私があなたの鼻水を噛みますっていうびっくりしちゃって、びっくりしちゃったなーっていう話ですね。いや、俺はこの話が跳躍しすぎてびっくりしちゃった今。人工知能ティッシュって何？ティッシュもう未来はそうよ。もう未来はね、まあ確かに俺ら噛んでくれる勝手に。嫌だね。人工知能に噛まれんの。ティッシュがそれだけは勘弁だわ。てかふて寝しすぎじゃない？疲れて帰ってきて、まあ12時から14時っていうのも変だけど、ふて寝して、まあ大体夜になっちゃって、で、またふて寝して、仕事遅刻してからふて寝するのおかしいからね。ふて寝は、でも、操作できないよね。やっぱ、ふて寝だから。しょうがないですな。なんで正当化しようとしてんの？トラビスジャパン、ポッドキャスト。トラビスジャパンの空耳。忘れたのかよ。忘れて、そこはいいんだよ。ね、そのさ、チョコクラ俺にちょうだいよ、ちょっと。あ、いい。いい？後でね。ちょっととりあえずトークしてもらったらあげますね。じゃあ、先ほどの話がありまして、カイト2回目のあ、うまくなったね。鉄板トークです。なんかお願いします。はい、ということでですね、最近ふて寝にハマってまして、何かあることにふて寝しちゃうんですよ。そうなんだ。はい。例えば、家のストックがなくなったらふて寝。仕事に遅刻したらふて寝。もう本当に結構なんだろうな、ピッて行くと、プツってふて寝しちゃうんですよね。で、ある時に、お医者さん行った方がいいかもな。家に、ティッシュのストックがなくなっちゃいましたと思って、ちょっと見てみたんです。そしたらまあ案の定なくて、やばいじゃん。僕ちょっとお花とか、ちょっと鼻周りがすごく繊細なもんで、ちょっと硬いやつで拭いちゃうと、ピッていってふて寝しちゃうんですよね。なので、ちょっといいもの、1個で3個入りのやつを買わないといけなくて、じゃあそれはフテゾン。あ、間違えました。アマゾンでちょっと頼んだんですよね。これはやばいと思ったのかな。滑ったって思ったら。で、頼んだんですよね。ティッシュでケツ拭けてない。はい。ふて寝しちゃう。やばい。はい、それでですね。まあ、アマゾンで。アマゾンってすごい便利なもんで、頼むとすぐ来るんですよ。ほんと1日経たずも1時間ぐらいでピッて届くんですよそね。んなに早い。はい。で、僕が家出る前にも届いちゃってて、ドアこう開けようとしてたんですよ。そしたら、あ、やばい。開かないってなって、もうそこでちょっと一回ふて寝ゾーン入りまして、もうイライラプチっしちゃってねて言って玄関でこう行っちゃったんですよね。寝ちゃって、でで、寝るんだ。してね。こう起きて、またこうずっと開けてるんですけど、全然、やっぱ、なんですかね、やっぱ段ボールが3つ多分並んでたんですよね。多すぎて、重いんですよ、やっぱり。で、もうめんどくさい。やばいじゃん、出れない。バンってやっ開けれたの。て、こう、段ボールが、まあ普通だったら多分上からこう徐々に倒れていくんですけど、なんか一気にバタンって倒れちゃって、えって、こんなことあるのかと思って、こうちょっと一番上のやつこう開けたら、たくさん入ってて、あら。ジェラードンの。はい。なんでだティッシュ頼んだのに。ティッシュじゃなくて、制服が入らなくなった学生のあら。たくさん入ってて、ずっとその中でダダこねてたっていう話ですね。トラビスジャパンの空耳。11回目もエンディングです。あ、嫌やな、切り替え。バントーク。すごい。なんかね、ちょっと飛躍しすぎたのかな。飛躍しすぎたし、俺の時点で。いや、結構いい題材だった。いい題材って何？ああ、てかね、滑ったとこから始まったね、俺の人生の失敗談。どういうこと？いやすごい大きな話だってね。結構ね、ミスった。ミスった。すごい反省する。いや、すごい前向きなんだね。これって大事じゃない？やっぱ反省して人って偉いと思いますお。前反省しないのもしかして。いや自分反省する時はありがますミスっていやミス多責するってことじゃん。いやこれは俺のせいじゃない。ミスってはないよ。いや大丈夫大丈夫。大ミスだよあれは。大丈夫大丈夫。だからよくないよくない。こういう企画だから。いや
企画だからでお前それよくないぞ。その企画だからすごい素敵じゃん。すごい素敵。企画だからいいとか、うん。そういうことじゃないんだよ。ちゃんとここで学ぶってことがこの企画の良さでしょ。すごい一番多分熱い思い持ってくれてたんだなって、うんスタッフさんが思ってると思う。でも2回しかやってないから。 2回目だけどこんな熱い気持ちの人いなかったと思う多分。まあでもね、なんかおもろいかもね。その別にさ、正直この鉄板トークの改良する方の人って別にどんな話してもいいわけじゃん。そうね、プロじゃないしね我々も。そうそうそう芸人さんとかだったらこういう風に話すのがいいよとかさ、ハウトゥー知ってるかもしれないけど、俺らは別に分かんないから。そう、もう分かんないから。分かんない同士でやってるからね。そう私飛躍したら飛躍したで、その飛躍した分をまた次の時にさ回収してくれるじゃん。そうね。だからなんか面白そうだね。でも何でもいいってことだね。だから何でもよくないいやじゃあ日常的に起きたことを本当になんか面白くないこと。カイト、お前それは違うよ。ちゃんとすごい悲しいね感受性を豊かにとってそそれれをを豊かにとって。ちゃんとこうマイクを聞いてくれてる皆さんに届けないとさ。マイクを届ける。カラオケボックスじゃないよ。そのマイクを届ける。と気持ちを乗せて話さないと。あ、そうだ、確かに。ちょっとその気持ちが出すぎて言葉がまだついてきてないぐらい。おい誰がバカ言ったいや素晴らしいですよ。そのあー姿勢でいきましょうよ。まあ多分次回やった時にはまたこの姿勢は変わってるんですけども、はいあそうだはい、番組ではねメッセージを受け付けています、プレイヤー画面右下のお便りのアイコンをタッチして入力してください。あなたの名前 TJ ネームも書いてください。このポッドキャストは Spotify や Apple Music など各プラットフォームでもお聞きいただけますが、はい、音楽が聴けてコメント機能が使えるのは耳にだけです。よろしくお願いします。めっちゃ噛んだね。すごいね。ボロ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 ってなってたけど。すごい大事なお知らせあるよこれ。じゃあ2人でせーのでいくか。いいよ。じゃあいくよ。せーの。2枚目の CD シングル「影にも日向にも」が4月15日リリース決定。こちらシメが出演しているドラマの挿入歌、発売が近くなったら詳しくお話ししていきま。す。ということでね、すごいね。ねえ CD シングル「Say I Do 東京クレイジーナイト」うん。2曲のがファースト CD シングルだったんだけど、けどこれセカンドってこと。セカンドすごいじゃん。誕生日ね。カイト誕生日おいめっちゃ下手じゃない怒るの。すごい。誕生日生まれた日嬉しくね。リリースでも決定だからさ、すごいよね。ちょっとこの前さドラマも拝見して、うんうん締めのね締めの出演してるねすごいいいところでかけてもらって、嬉しいね。ねえ。やっぱそのドラマの雰囲気にもね合ってる曲になってるから、うん、ちょっとその続きが気になるみたいな感じでそうね。なってるので、ぜひ皆さんそちらも楽しんでください。はいということで次回の担当メンバーは点々点になってるんですよ。ここれれはは分かん毎回決まってない。だか決まってないんだ。ら前回も締めてやった時、まさか俺が2回目来週だと思ってないから誰になるんでしょうかとか言ってるけど、俺出てきてすごい恥ずかしい誰ですかねとか言って俺でしたみたいな。誰だみたいな、自分出てきてるからまだ分かんない。そうか。じゃあこれは本当にじゃあまだ決まってないっていうことか。ああなるほどね。来週分かる。じゃあ次回の担当メンバーはまだ決まっていませんが、配信をお楽しみにしていてくだ楽さい。しみに。それではお別れのお時間です。お相手は中野海人と宮地海斗でした。またねー。